こんにちは、アンナスです。今日は、アウトラインステッチとバックステッチの、刺し方の違いというか、どういう風に使い分けるかっていう話をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、アウトラインステッチとバックステッチの違い、どうやって使い分けているかっていう説明をしたいと思います。ちょっと分かりやすい作例で言うと、ワードローブを彩るアンナスの刺繍教室の本の中の作品がちょっと分かりやすいかなと思ったんですけど、まずアウトラインステッチはどういう時に私がチョイスしているかっていう話ですね。アウトラインステッチっていうのは半分ずつ重ねていくステッチなんで、曲線が綺麗に出やすいです。で、バックステッチっていうのは返し縫いみたいな感じ、一目ずつこう点々点々ってなっていくので、ちょっとねカクカクします。目が細かくしてあれば曲線綺麗に出るんですけど、ちょっと油断して長くするとちょっとやっぱカクカクが出やすい。どっちかっていうとアウトラインの方が曲線が上手にできる。バックステッチはちょっとカクカクしやすいっていう特徴があります。なので、そのチョイスする図案が、もう作り手側のチョイスになってしまうんですけど、私はどういう風に変えているかというと、例えばこういう曲線がメインの図案、こんな感じですね。こういう図案に関してはアウトラインがメインです。だからほとんどの図案がもうアウトラインステッチで刺繍していると言っても過言ではないぐらい、だいたいもう基本的にはアウトラインをチョイスしています。で、ちょっと手書き風、なんかカクカクしてて味があってみたいなのを出したいときはバックステッチを使ってます。だからちょっとこの絵は写実的っていうか、リアルな感じ。普段ちょっと記号化させてる図案が多い中で、割とリアルに刺繍しているものに関してはわざと味を出すためにバックステッチをチョイスしたりしてるんですけど、これも別にアウトラインステッチでやっても仕上がりはそこまで変わらないと思います。なので、多分作られる方皆さんはどこからか図案を持ってきて、アウトラインステッチって書いてあったらその通りに刺されると思うんですけど、自分で図案を考える方とかはどっちをチョイスしようかなって多分なると思うので、そういう時はちょっとそれを頭に入れて使い分けると表現の仕方がいろいろ面白さが広がっていいのではないかなと思います。ではちょっとアウトラインとバックステッチを実際にやってみて見比べていただこうかなと思います。まずアウトラインステッチですね。一目作ってちょっと先に出して半分重ねる。これは曲線がこうなっているので、下から上にちょっと押し上げてもらうとカーブが出やすいです。これで終わらせてもいいんですけど、ちょっと最後気になる方は同じ穴から出して半分だけ重ねるステッチを入れると綺麗にいきます。玉留めでもいいし、裏に絡めて、裏に絡めるときはちょっと多めに、サテンステッチの時よりも多めに絡めるといいですね。で、バックステッチ。一目作って先に出して、さっき半分重ねましたけど同じ穴に戻します。
はい、こんな感じです。まあそんなに見た目が変わらないので、どちらをチョイスするかは好みになると思うんですけど、やっぱりちょっとこのプツプツ感が出るのはバックステッチですね。で、気を緩めてちょっとステッチが長くなってくるともうちょっとカクカクするので、まあ私は基本的にはアウトラインを使ってちょっとこうカクカクしても大丈夫な図案みたいな時にはバックステッチにしてます。好きな方チョイスして刺繍楽しんでください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。